日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。日本語を勉強している皆さんは、教科書通りに日本語を読んでいるのになぜかネイティブっぽく聞こえない。そんな経験はありませんか？実はそれ、書いてある文字と実際の発音が違うからかもしれません。今日は日本人も無意識に使っていて、しかも日本語の教科書にも載っていないリアルな発音をクイズ形式で一緒に考えます。これらを知らないと日本人の会話にちょっとついていけない可能性がありますので、ぜひ今日の動画でマスターしてくださいね。では早速最初の問題です。この単語は何と発音しますか？正解は言うなんです。確かに書くときは言うですけど、皆さんも多分感じていると思いますが、言うという連続した母音はすごく発音しにくいですよね。そのため結構古い時代から言うと発音することが容認されてきました。ニュースを読むプロのアナウンサーたちも実は言うと発音しているんです。では次のいくつかの文は何と発音しますか？これと、これと、これですね。正解は言っている、言った、言わないですね。言うが言うになるからといって、言って、言った、言わないとは読んではいけないんです。ですから、いの後ろがうという母音の時だけ言うと読んでください。とは言っても、これらの発音には個人差や地域差がかなりあります。実際の会話では、言って、言った、言わないと発音しているネイティブも非常に多いんです。でも、そういう話し方をしている日本人も、実際には口語の発音と書き言葉の発音が違うっていうことをちゃんと分かっているのが普通なので、文章を書くときには、言ってや言ったと書くことはまずありません。では次の問題です。この単語の正しい発音と口語でよく使われている発音をそれぞれ言ってみてください。これは正しくは場合ですね。でも多くの日本人は口語ではどのように読んでいますか？そう、場合ですね。しかも一定の年齢以上の人はこれを場合と読むこともあるんです。これら場合や場合は確かに口語では通じますが、アナウンサーは絶対に使いません。学習者の皆さんは正統派の場合で覚えるのが一番無難です。では次の問題です。この言葉の正しい発音と口語でよく使われている発音は何ですか？これ日本人でも間違えて覚えている人が多い言葉ナンバーワンなんです。正しくは雰囲気ですが、すごく発音しにくいですよね。私も実際には雰囲気とか雰囲気と読んでしまっています。このような発音は口語ではよく使われますが、例えば面接などの正式な場面や書き言葉では NG です。気をつけてください。じゃあ次はどうですか？本当は恋が正解なんですが、リアルな発音では恋とか恋と言っている人が多いです。
ちなみに私の出身地の関西では、これをこゆいっていう人も多いんです。でも、正式な場面では、濃いという正しい発音を心がけてくださいね。じゃあ次です。これらはどうですか？正しくは、全員と満員ですが、リアルな発音では実際、全員とか満員のように、がいに変わって超音になってしまうという現象があります。これらは正しく、全員と満員と発音すると、なんだかかえって不自然に聞こえることもあるという不思議な単語です。でも、もし JLPT などのテストで読み方を聞かれたら、ちゃんと全員、満員のように、を使うと覚えておいてください。じゃあ次行きましょう。これはいかがですか？この単語の本来の正しい発音は、体育、体育のように、いが超音になるはずですね。さっき出てきた、恋が恋のように長くなっているケースとは反対で、これは体育、体育のように、いが一つしかない短い音になってしまうのがリアルの発音で多いんです。ですから、これなら体育館、体育館と読む人が多いです。もちろん正しい発音は体育館、体育館ですね。じゃあまとめです。今日ご紹介した単語の中で、言うだけは言うと読むのが正しいとされています。もちろん書くときは漢字だったらあまり関係ないんですけど、ひらがなを書くときは言うと書いてくださいね。それ以外の場合、雰囲気、恋、全員、満員、体育などは口語で使われる発音と元々の正しい発音がかなり違っている場合があることが分かりました。これら口語の発音は実際には間違いなので、正式な場面では正しい発音を使うように気をつけてください。今日紹介したリアルな発音を知っておくと、ネイティブの早い会話がぐっと聞き取りやすくなります。アニメやドラマを見るときも役立ちますよ。何かの参考になった方はグッドボタンを押してくださると励みになります。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。